はい、今回ですね、主にレーシングカーなどに使用される、ドッグクラッチ式トランスミッション、通常ね、ドッグミッションについて、メンテナンス動画をね、撮りましたので、お見せしようかと思います。はい、それではね、まず、ドッグクラッチ式について、簡単にね、お話しいたします。まずね、大きな違いとしては、ギア変速時の動機メカニズムが違っています。一般にね、使用されるシンクロ式は、シンクロナイザーリングがね、内蔵されていて、そのね、摩擦によって徐々にね、ギア同士が、噛み合うのに対し、ドッグ式はドッグクラッチの、突起によりダイレクトに噛み合うため、ある程度回転を合わせてあげる必要があります。ただし、回転が合えば、クラッチ操作をね、行わなくても変速が可能となっていて、素早いね、シフトチェンジが可能となっています。今回ね、メンテナンスしているミッションは、戸田レーシング製のスーパー UJ に積まれた5速のレーシングミッションです。とてもね、手際よく丁寧に作業されていました。スピードをね、4倍速で再生しています。こちらがね、一般に使用される平場の歯車です。このね、歯車同士が、ある一定のね、ノイズを出して、ヒューンというね、音が出ます。逆にね、斜め刃の、ヘリカルのね、歯車を使用すると、そういった音がね、ほとんど聞こえなくなってしまいます。このね、プレートがクラッチリングで、このね、突起の部分をドグと言います。でね、よく見てもらうとわかるんですけども、突起のね、角がバリが立ってたり削れたりしてますが、これはね、シフトミスによる損傷で、ここまで行ってしまうと修正ができず交換部品となってしまいます。ちょうどね、圧痕のある部分が見つかったんですけども、こういうね、圧痕っていうのは、歯と歯をね、ぶつけた場合にも起きますけども、おそらくね、何かが噛み込んでできたりしています。
先ほどね、クラッチリングなどね、欠けた破片などが入ってしまうと、こういった部分にね、損傷が起きてしまいます。先ほども出てきたクラッチリングですが、このね、突起部のドグの部分がね、どうしてもシフトを繰り返していると、バリがね、立ってきたりします。こういった部分はね、多少こう、リューターでね、削って修正も可能となっています。こちらね、ジグなんですけども、ミッションケースにね、組み込む前にね、動作確認ができるんですが、そのね、映像を見せたかったんですけども、ちょっとね、私が用事でいない間にね、先に進んで組み上がってしまいました。最後にね、オイル入れたら完成となります。これからね、メカニックを目指す方、今回の動画ね、参考にしてみてください。